こんにちは。今日もね、寝て起きてから4時間ぐらい椅子に座って、で、パソコンに向かっていろいろやってたんですよ。今ね、ちょっと休憩してるんですけど、先日ね、会った友達からね、言われたんですけど、やっぱね、長い時間座ってるのって、あんまりね、良くないな、みたいなね、そんなことを言ってくれたんですよね。彼の話面白くて、彼はアスリート、あのアスリートなんか機械体操っていうか決まった動きするみたいななんかそういう系のスポーツずっとやってる人なんですけど、彼が言うのは長い時間座った後にその自分のねスポーツのフォーム構えをねこうしようとしたらもうねそれでちょっとずれてるらしいんですよね。座ってただけでこう自分のフォームが崩れると。だからあんまり長い間座るの良くないからそういうの調整しないといけないんだよって言ってて、そんなぐらいで崩れていくもんなんだなと思ってね、ちょっと面白いなと思ってたんですよ。人間って人間って二足で歩くじゃないですか。それってね骨盤とかいろいろ頑張ってね立てるようにこうなってきたみたいな感じですよね。だから腰回りとか結構複雑な作りしてるんじゃないかなとか思うんですよ。それをね折り曲げてね座ってる状態ってね、まああんま良くないのかなとかね思ったりもちょっと考えてみたんですよね。まあでもねこう座ってる状態も昔から人間はそこそこしてたんじゃないかなとかもそういうのもちょっと思ったりもするんですよ。例えば木の実をねこう潰したりとかね、縄文人とかあと猿とかね、ああいうの見てても他の猿のね毛づくろいをこう座りながらしてるようなってね、なんか自然な風景だなとかちょっと思ったりもするんですけど、まあそういうのはあるにはあるとしても、でもやっぱ一番多いというか寝てる体勢、立ってる体勢、そして歩いてる体勢、こういう姿勢をとってる時間が、人間って一番長いんじゃないかなとかね、そう思うんですよね。なのでそういう体勢を一番長くするのがバランス取れてるのかなみたいな。だから座るのは少しでいいのかなみたいなね。まあでも座らないとね、できないこともたくさんあるんで、それで最近椅子をね変えてみたんですよ。前までね座ってたのはゲーミングチェアみたいな、なんかそういう椅子あるじゃないですか。こうゲーマーとかパソコンに集中して座れるみたいなそういう椅子なんですけど、まあ悪いわけじゃないんですけど、マッサージとか行くとね、よく行くとこあるんですけど、めちゃくちゃ肩がね硬いですよってね言われるんですよ。だからね、ちょっとこの椅子ちょっと違うのかなとかね、そういうの思ってたんですよ。でそれで最近変えてみた椅子があって、でどんな椅子かっていうと、その椅子に座るだけで背筋がね伸びますよみたいなね、そんな椅子なんですよ。昔ね知り合いにもらってね、ずっと家にね置いてあったんですよ。でもね使ってなくて、仕事部屋にね、置いてあったんですけど、仕事中に横に犬がね座る椅子みたいになってて、でもちょっとこれいいじゃんと思ってね、ここ3ヶ月ぐらいね使ってるんですよ。でどういう感じかっていうと、まずね座面、座るところあるじゃないですか。それがね少しね前に傾いてるんですよ。でそして踏み台みたいなのがね、その座面座るとこの前の下ぐらいにね一段低いところにあってですね、そこを両膝をね曲げて膝でそこに乗るんですよ。足の裏で踏むんじゃなくて両膝を曲げて膝をそこに当てると、ちょうどね正座っぽいね姿勢になるんですよね。で座面がねちょっと前に傾いてるんで、それを両膝でこう受け止めるみたいな感じになって、こう自然とねこう背中を伸ばさないと体勢を維持できないみたいなね、そんな格好になるんですよ。
で、その椅子って、こう、背もたれもないんですよ。もうほんとそれだけなんですよ。本当座ってるとこ両膝だけでこうバランス取るんで、なんかちょっといいんじゃないかなと思ってね、気に入って結構使ってるんですよ。でね、そんな感じでね、こう使ってるんですけど、長時間座ってると、それもやっぱね、その体勢にね、だんだん飽きてくるんですよね。普通のね、椅子に座ってても、こう膝をこう組み替えたりとかするじゃないですか。そんな感じで、その椅子の上でもね、こういろんな体勢をね、ちょっと取っちゃったりするんですよね。こう膝をちょっと立ててみたりとか。でそれ見てね、こう横でね、仕事してる妻が、結局ね、そういう風にね、いろんな体勢取るから、その椅子意味ないかもね、みたいなね、そんなこと言うんですよ。彼女もそれちょっと使ってみてたんで、で、僕それ聞きながら、そうね、とか思いながら、でもね、その時ね、ちょっと思ったんですよね。ゲーミングチェアと違って、こう、背もたれがね、ないんで、座りながらね、こう、伸びをしたりね、こう体をこうひねったりとか、肩回したりとか、いろいろできるんですよ。で、同じ姿勢をね、取り続けることがね、一番良くないんじゃないかな、とか思うんで、背もたれがないのがいいなと思って。で、そしたらね、なんかちょっと不安定な、枝の上とか、切り株の上にこう座ってる猿みたいなね、そんな気持ちになってきて、ちょっとね、ぐらつくんですよ。で、ちょうど不安定なんで、そこそこ楽しいなと思ってね、そんな風にね、ちょっとその椅子使って気に入ってきてるんですよね。なんか人によってはね、バランスボールがいいよねとか、そういう話もありますよね。バランスボールもね、買ってみたんですけど、バランスボールがあって、その下に、こう、安定させるなんか枠みたいなのがある、キャスターついてる、そういうタイプだったんですけど、あれね、使ってみたんですけど、あれだけ柔らかいとね、ちょっと仕事しづらいですよね。こう、ポムポム跳ねるというか、ちょいちょいね、空気入れたりもね、しないといけないですしね。なんかそういうのに比べると、こう、切り株に乗っかって、肩ぐるぐる回しながらいろんな姿勢取るの方が楽しいかななんてね、ちょっと思ったりもしますね。で、さっきちょっと言ったゲーミングチェアとか、あとハーマンミラーのね、アーロンチェアとかの高いやつとかあるじゃないですか。なんかね、あれもね、なんかちょっと試してみたりもしたんですけど、やっぱね、椅子って結構悩むじゃないですか。昔ね、ちょっと仕事でね、行ってたデザイナー事務所みたいなとこあって、僕は別にデザイナーじゃないんですけど、そこがね、椅子が全部ね、ハーマンミラーのアーロンチェアだったんですよ。8人ぐらいスタッフいらっしゃって、椅子全部それで、新しいね、事務所だったんですよ。若い会社で。で、結構ね、お金とか大変じゃないですか。でも、そういうとこなのに、全員の椅子をそれにするって、デザイナーさんってすごい長時間座る仕事だから、スタッフのことをすごい気遣ってる、いい会社なんだろうなってね、すごい思った覚えがあるんですよ。なのでね、そこに導入されるハーマンミラーのアーロンチェアっていつかちょっと買ってみたいなってね、ずっと思ってて、で、昔買ったんですよ。でも全然なんかピンとこなくてなんかゲーミングチェアとかとも一緒ですけど、なんか似てますよね。でもね、やっぱちょっとね、なんか合わなかったんですよね。それよりは、今はね、ちょっと背中をこう座りながらぐるぐる回せるとか、いろんな姿勢が取れるみたいなのが、僕は今好きなんですけど、なんかそういうことを考えてたら、こう、またそのね、背もたれがない椅子にもまた飽きたりするかもしれないし、で、しばらくしたら今度はなんかバランスボールがいいんじゃないかなと思ったりもするし、ねえ、でもやっぱりハーマンミラーいいのかもなとかね。そんな感じでね、椅子もね、座る椅子もぐるぐるとね、こう変えていくみたいな。
まあ、これすらもね、姿勢を変えてるのと一緒なんじゃないかなとか思って。だからまあ、今自分がピントを来て気に入ってるのをしばらく試してみて、ちょっと違うなと思ったらまた変えていくっていう、まあ、それ自体がもう体操みたいなね。いや、なんか、ちょっとそんな風にも考えたりしますね。まあね、椅子いろいろ言いましたけど、まあ、その椅子でもね、結局ね、3時間、4時間やるとね、まあ疲れてくるんですよね。なのでね、今ちょっと休憩してね、こう、また布団で、喋ってるんですけど、やっぱりね、まあ歩いてる、寝転がってる、立ってるとかね、やっぱそういうのが人間は居心地いいんですかね。なので、こう、まあ布団でね、考えることだけ考えて、方針決めて、よし、行くぞって決めて、で、3、4時間ぐらい椅子とかで気合い入れてやって、で、ちょっと疲れてきたら、また布団に戻ってきて、布団でちょっとゆっくりしながら、こう、作戦を立てて、体力を回復させて、で、またちょっと3、4時間ぐらい行くかみたいな。でなんかね、それが、なんか今は一番いいかななんて思ったりしてますね。ね、椅子選びとかね、仕事環境でね、悩んでる人いたらね、参考になると嬉しいですね。今日はこんな話でした。はい、聞いてくれてありがとうございました。またね